皆さんこんにちは、コカキコです。今日はこちらのすごいシンプルなサマーセーターっていうんですかね、トップスっていうんですかね、こちらの編み方をご紹介したいと思います。このトップスはすごくシンプルなデザインで長方形2枚からできています。長方形を縦にした状態で2枚並べて、その長方形を半分に折ります。そしてその2枚のところがぶつかるとこですね、真ん中の部分を前と後ろそれぞれ編みつなぎました。そして腕を通すところですね、袖部分を作りたかったので、袖部分を開けてその下を縫いつなぎました。なので全て直線でできているので、初心者の方も編みやすいデザインなんじゃないかなと思います。実は1年ぐらい前に長方形2枚で作るサマーセーターというのを娘のために作って、その動画をアップしているんですけれども、デザインはそれと全く同じになっています。ただ今回これは私の自分用で、私はダボっとしたデザインが好きなので、わざと長方形の幅を太くしました。なのでそれを着てみると、こんな感じになります。なので皆さんもサイズ次第、この長さを変えるのも簡単ですし、横の幅を変えるのも簡単なので、それを変えてもらうといろんな表情のトップスができて面白いんじゃないかなと思います。ちなみに後ろはこんな感じになります。はい、これからの季節、ショッピングモールとか映画館とか、ちょっとクーラーが効いてるところに行きそうだなという時には、これはすごいもう四角なので畳むのも簡単なので、それでカバンに入れとけばとても便利なんじゃないかなと思います。で、編み始める前に1点注意点があります。この作品はご覧の通り、ちょっとレースっぽい透けた感じのデザインになっています。なので私は編み始め、鎖編みと細編みで立ち上げるという編み方で進めていったんですけれども、それで編んでいった最初の長さよりは短く仕上がることになると思います。私の場合、最初その細編みと鎖で編んでいった時は86センチで作ったんですけれども、その後この模様編みですねをしていったら80センチぐらいで仕上がりました。で、この模様編みのところも私自身、鎖編みとかあるから縮むっていうんですかね、短くなるだろうなという予想はできたので、私的には結構緩く編んだつもりでも86センチが80センチになりました。なので皆さんが編んでいただくときは、最初はかなり長めに、例えば86センチが欲しいなと思ったら、そうですね、1メートルぐらい編むとか長めにスタートするようにしてください。もしくはもうちゃんとした長さにしたいなっていう決まった数字がある方はお手数かもしれないんですけれども、ゲージを測っていただくともう自分の理想通りのサイズにできるんじゃないかなすいません、できるんじゃないかなと思います。材料はこちらになります。今回私が使っていく毛糸は、以前私が袖付きストール、ショールの編み方という動画をアップしているんですけれども、その時の毛糸と全く同じ毛糸になります。こちらはループス&スレッドのウーライクという毛糸なんですけれども、1玉が 620m 100g の毛糸になります。こちらをだいたい私は 130g ぐらい使っていきたいと思います。で、これはかぎ針が 3.5mm とあるんですけれども、今回は素直にと言いますか、ラベルが言っているのと同じように、どこだ、ここかな、 3.5mm なので日本でいう6号ですね。こちらのかぎ針で編んでいきたいと思います。もう毛糸は皆さんお好きな毛糸を選んでいただいて、それに合ったかぎ針で編んでいってください。そして、この毛糸の切れ端は、ステッチマーカーとして使っていこうと思います。普通のステッチマーカーでも何でもステッチマーカーになるものを用意しておいてください。そしてあと必要なものはとじ針、ハサミ、メジャーになります。では編んでいきたいと思います。
まず最初は鎖編みと細編みを一緒に編んでいくという始め方でいきたいと思います。まず作り目をします。そしたら次、鎖編みを2目編みます。1、2、2と編んだら、次ちょっと小さいので見にくいかもしれないんですけれども、今編んだ鎖編みの1番目、最初の鎖編みですね、こちらの、片山と裏山の2本を拾います。そうしたら糸をかけて持ってきます。この時気持ち長めに引っ張っておきます。そして、まず鎖編みを編みたいので、針に糸をかけて左側1本だけを引き抜きます。続いて針に糸をかけて残りの2本を引き抜きます。これで一番初めの鎖編みと細編みを編むという編み方が完成です。続いて、編んでいくんですけれども、この左側のラインのところに針を入れます。手前側1本を拾ったら、奥にももう1本縦のラインがあるはずなので、ちょっとカメラを通してだと難しいですかね。この糸になるんですけれども、それを拾って、で針に糸をかけて持ってきます。でこの時この糸はちょっと長めにしておきます。そして糸をかけて左側1本、糸をかけて残りの2本、こんな感じでずっと編んでいきます。もう一目いっときましょうか。この左側のラインのところに針を入れて、で後ろ側、奥側ですねにももう1本あるので2本取るようにします。そうしたら糸をかけて持ってきて長めに引っ張ります。そして針に糸をかけて左側1本、もう一回糸をかけて残りの2本を引き抜きます。でこれでずっと編んでいくんですけれども、今回必要な目の数は5のすいません、5の倍数プラス1になります。そして長さの方は皆さんのお好きな長さ、この長さがなんていう身ごろの倍の長さ必要になります。背中の下から出発して肩を通って前の下までなので、私は85センチぐらいを考えています。なので、皆さんお好きな長さになるまで5の倍数プラス1の目の数編んでいってください。そしてもしかしたらちょっと私の編み癖だけかもしれないんですけれども、出来上がりはこの、鎖編みと細編みを一緒に編むというこの編み方で編んでいった長さより若干短くなる傾向があります。なので出来上がりに欲しい長さよりもう少し長めに編んどいた方がいいかもしれません。そして編んでいく途中でステッチマーカーを入れるとすごい目の数が数えやすいと思います。でこのステッチマーカーを入れる場所なんですけれども、5の倍数、5でも10でも20でも何でもいいんですけれども、5の倍数のところでステッチマーカーを入れておくと2段目がとても編みやすいです。私の場合は10目ごとステッチマーカーを入れました。そして1段目編み終わったんですけれども、私は全部で191目、そして長さは86、7センチといったところです。では2段目編んでいきたいと思います。まずは立ち上がりの鎖3目です。このパターンではこの鎖3目は長編み1本分と考えたいと思います。そしたら、次長編みを編むんですけれども、今編んだところと同じところに編みたいので、最初のとこですね、この根元のところに長編みを編み入れます。針に糸をかけて根元に針を入れて長編みです。そしたら続いて鎖1をします。そして2目飛ばします。なのでこのステッチマーカーの目とその隣の目を飛ばして次の目に長編みをします。
そうしたら1目飛ばしてその次の目に V ステッチをします。なので1目飛ばして次の目に長編み1、鎖1、長編み1を編み入れます。なのでこの目に長編みを1、鎖1、そして同じ目に長編みを編みます。そしたらここからこれの繰り返しですね。鎖1をしたら下2目を飛ばします。そしてその次の目に長編みをします。1、2と飛ばして3番目の目に長編み、そしたら1目飛ばして次の目に V ステッチなので長編み、鎖1で同じ目に長編みで、この模様は5目で成り立っているので、私のようにステッチマーカー5の倍数のどっかで入れている方は必ず V ステッチの次がステッチマーカーの目になると思います。なのでこのステッチマーカーが見えたら2目飛ばすところだなというのが分かりやすいと思います。なので次は鎖1で飛ばして下は2目飛ばして長編み1本をして、そして1目飛ばして次の目に V ステッチなので1目飛ばして次の目によいしょ、長編み1、鎖1、長編み1というのをするというのを、このパターンをずっと繰り返していってください。2段目最後のところになっています。今 V ステッチを編んで鎖1、長編み1をして残り2目になっています。そうしたら一番最後の目に長編みを2目編み入れます。針に糸をかけて一番最後の目に針を入れて、そして長編みです。すいません、お外でちょっと工事の音が聞こえるかもしれないんですけれども、2目編んだら2段目が完成です。気をつけてほしいのは編み始めと編み終わりですね。長編みを2目編むんですけど、その時間に鎖編みは入らないので鎖編みを入れないように気をつけてください。その他の V ステッチの時は鎖編みが入ります。では続いて3段目編んでいきたいと思います。3段目も基本的に編み方は2段目と同じなんですけれども、下がちょっと違うので編んでいきたいと思います。まず立ち上がりの鎖3目をします。そしたら作品をひっくり返して根元の目なのでここですね、ここに長編みを編みます。そしたら鎖1をしてこの長編み1本の横の目、ここですね、目と言いますか空間、このスペースに長編みを1本編みます。そしたら次 V ステッチ、先ほどの段で V ステッチを編んだこの V の中、ここにまた V ステッチを編みます。針に糸をかけてから長編み、鎖1でもう一回同じ目に長編みとしたら鎖1をして長編みの1本まっすぐな目の横左隣ですね、この空間に長編みを編みます。あとはこれの繰り返しです。
1段目より随分編みやすくなっていくんじゃないかなと思います。 V ステッチの中には V ステッチなので、長編み、鎖1、長編みと編んだら、鎖1をしてからまっすぐな長編みの横、ここですね、この目、ここに長編みを1目というのを繰り返していってください。そしてこの段の最後なんですけれども、最後はここの V ステッチの上に V ステッチをして、鎖1でまっすぐな長編みの左隣に長編み1をしたら、戻ってきて一緒に編みましょうか。とりあえず最後の方まで編んでいきたいと思います。3段目最後のところになっています。今 V ステッチを編んで、鎖1、長編み1を編んだところです。そしたら、最後長編みと鎖3のところに来ていると思います。で、最後私は長編みを2回編み入れたいんですけれども、簡単にシンプルにしたい方はこの前の段、長編みと鎖3で立ち上がったこれの間ですね、ここの間に長編みを2回編み入れてもらってもいいんじゃないかなと思います。私は鎖3で立ち上がっている3番目の目、3番目の鎖ですね、そこに針を入れて長編みを2回編み入れたいと思います。針に糸をかけてから鎖の3番目なので、よいしょ、長編みで、また同じとこに入れたいので押さえておいて、でカメラを通すと分かりにくいですね。こんな感じで長編み、そしたら3段目が完成です。あとはこの3段目の編み方を繰り返していってください。で、長さですね、どのぐらい編むかなんですけれども、私は30センチぐらいを考えています。おまけです。やっぱり編み図が欲しいなという方のために手書きですけれども、編み図を簡単に書いてみました。38段編み終わりました。編み始めからの長さですねが30センチになったので、私はこれで1本目の長方形を終わりにしたいと思います。そしたら、好きな長さまで編めたら、次糸を切って糸処理をしておいてください。そして糸処理ができたら、この長方形と全く同じものをもう一つ作っておいてください。私はここで糸を短く切ってしまったんですけれども、ここで糸を長めに残しておくと、後でその糸で脇の下の部分縫うことができます。長方形が2枚編み終わったら、それぞれ編み始めの細編みの部分が中心に来るように置きます。そして中心の部分を編みつなげていきたいと思います。私の場合、前は20センチ、後ろは25センチつないでいこうと思います。なので、それぞれ20センチと25センチの部分、ステッチマーカーで印をしておきます。では続いて中心の部分をつなげていきたいと思います。この部分はもう皆さんのお好きなつなげ方でつなげていっていただいたらと思うんですけれども、縫っていただいてもいいですし、シンプルに引き抜き編みでつないでいってもいいんじゃないかなと思います。私は以前に、長方形2枚で作るサマーセーターというのを娘のために作って、それをアップしているんですけれども、その時と全く同じつなぎ方でいきたいと思います。ジグザグ引き抜き編みといって、つないだ目が若干バッテンに見えるつなぎ方でいきたいと思います。この作品自体、糸も細くてバッテンの目を作ったところで見えないかなとも思うんですけれども、私自身そのつなぎ方がすごい気に入っているので、自己満足ですね。そのつなぎ方でいきたいと思います。まず最初、すいません、ちょっとズーム変えます。はい、まず最初、右側の四角の左端ですね。ここの一番初めの目に針を入れます。
なのでここですね、ここに針を入れて、で糸を持ってきます。で引き抜きます。そしたらもうここで一回湯いてしまいたいと思います。で湯いたら次、今入れたところと同じ目、全く同じ目にちょっとよいしょ、もう一度針を入れます。そして糸をかけて持ってきます。そしたらここからは右左、次は左なので左右左右と交互に針を入れていくことになります。まずは左側のこの右端の一番初めの目なので、長編みを2個編んでいるところ、12だからここの上の部分ですね、長編みが入っている上に針を入れたら、糸を持ってきて、そして糸をかけて針にかかっている糸すべてを引き抜きます。そしたら次、右側の目の2番目なので、今1番がここだったので2番はこっちですね。2番に針を手前から奥に入れます。そしたらちょっと糸が緩んでいるので、糸を引き締めてから糸をかけて針にかかっているすべての糸を引き抜きます。そしたら次、左側の四角の2番目、今1番がここだったので2番はこっちですね。2番に針を入れて糸をかけて引き抜きます。そしたら右側の3番目、123 2がここだったので3はここですね。3に針を入れて糸をかけて針にかかってるすべての目を引き抜きます。よいしょ。こんな感じで右左右左と引き抜いていきたいと思います。で引き抜き編みはこのステッチマーカーが入っている目までずっと編んでいきたいと思います。でこの前の部分が終わったら続いて後ろも同様にってズーム変えます。逆だった。はい、後ろ側もう見えないかな。もうステッチマーカーがあるんですけど、この下の部分からここからですね、同じようにジグザグ引き抜き編みをずっと編んでいきたいと思います。真ん中の部分編み終わりました。近くで見るとこんな感じの模様になっています。ちょっとバッテン感はわからないかなと思うんですけれども、これで前と後ろの中心部分ですね、これはつないだので、続いて脇の部分を今度は縫っていきたいと思います。で、今これは表を見ている状態なんですけれども、脇を縫うときは中表側になる方を内側になるようにパターンと折って両方の脇の部分を縫っていきたいと思います。私の場合はこの裾の部分からそれぞれ20センチ縫っていきたいと思います。でこの端っこの部分が縫い目の上の部分ですねになるので、鎖編みとか長編みの上を取っていくので取りやすいと思います。これのそれぞれの頭を取るようにして20センチ、反対側も裾から20センチ縫っていきたいと思います。
画面には全然ちょっと入りきれていないんですけれども、トップス無事に完成しました。イエーイ。はい、この模様編みですね、私はかなり気に入っています。はい、で色の方は今回はこのモスグリーンっていうんですかね、緑色なんですけれども、生成りとかで作っても可愛いと思いますし、あと何でしょう、焦げ茶でもいいですし、黒でも白でも可愛いんじゃないかなと思っています。はい、もしよろしければ高評価ボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。では、ありがとうございました。バイバーイ。